やヘルダイバー、今回は支援武器のエポックについて解説します。この動画を見ればエポックを使いやすくなるはずです。全勢力で試したので確認していきましょう。まずはエポックの仕組みについて説明します。チャージ量によってダメージ、貫通力、爆発範囲が変わります。チャージ量が少ないと貫通するのは重装甲までです。次はフルチャージで撃ちます。フルチャージだと貫通力が対戦車になります。ファブリケーターにもダメージが入るので2発で破壊できます。では何秒以上チャージすればいいか確認しましょう。 2.4 秒ではフルチャージになりません。フルチャージで撃つには 2.5 秒必要でした。ゲージを比較するとこんな感じです。3秒チャージすると爆発するので期間の猶予は 0.5 秒しかありません。こちらが失敗例です。自爆しないようにするコツはレティクルに注目するといいです。チャージを開始するとレティクルが収縮していきます。 2.1 秒でレティクルが開き出すのでビープ音に合わせて発射してください。何度か試せばタイミングをつかめるはずです。ちなみに1秒以上チャージしないと発射はできません。アンチャージを使う場面もあるので覚えておきましょう。リロードについて確認しましょう。エポックはリロードを分割することができます。カートリッジを取り出して立ち上がるとモーションがキャンセルされます。再びリロードするとカートリッジを入れるモーションだけで完了です。通常のリロードと比較してみます。分割した方が早くリロードできます。マガジンの表示が白くなった時点でリロードは完了です。表示が白になったらボタンを入力して立ち上がりましょう。そちらの方が早く次の行動に移れます。ここからはオートマトンについて確認していきましょう。まずはハルクです。フルチャージなら頭に1発で倒せます。アンチャージは頭に2発必要です。頭以外を狙った場合はどうでしょうか。フルチャージなら2発で倒せます。足は1発で折ることができないので狙う必要はないと思います。ハルクブルーザーを相手にするときは腕を狙うといいです。一発で武器を破壊できます。どうせ2発撃つなら腕を破壊した方が安全です。フルチャージを1発の後アンチャージで撃ってみました。残念ながら倒すのに合計3発かかります。アンチャージだけだと3発撃っても倒せません。2発目のチャージ量が足りなかった場合はセネターを使うのも有効です。胴体に1発当てるだけで倒せます。フルチャージを1発の後セネターで追撃してみました。結果は胴体に7発です。リロードをしなくてはならないので効果的とは言えません。腕を破壊した場合は胴体に8発必要でした。背中のラジエーターを撃つ場合はアンチャージだと1発で破壊できません。フルチャージで撃ちましょう。次はファクトリーストライダーについて確認しましょう。ガトリングはフルチャージなら1発で壊せます。アンチャージだと2発必要です。アンチャージ1発の後セネターで壊してもいいでしょう。しっかり当たれば1発で壊せます。弾かれる時もあるので覚えておきましょう。キャノン砲はフルチャージを2発で壊せます。アンチャージでは壊せないのでしっかりチャージしましょう。目を打つとフルチャージ3発で倒すことができます。しかし実戦で目に当てるのは難しいです。顔に当てた場合も確認してみましょう。頭部や顔を打つと装甲が剥がれて弱点が露出します。装甲を剥がすにはフルチャージで3発必要です。装甲が剥がれると顔全体が弱点になります。フルチャージを2発アンチャージ1発で倒すことができます。装甲を剥がしてからフルチャージを2発とセネターで追撃してみました。結果は7発です。エポックの弾がなくなった時に使うことがあるかもしれません。覚えておいて損はないでしょう。腹下のハッチを撃った場合はフルチャージで3発です。ハッチは左右で体力が別になっています。同じハッチにだけ攻撃を当てましょう。また3発目をアンチャージで撃つと倒しきれません。追撃でセネター4発が必要になります。
次はオーストライダーです。足の付け根が最大の弱点ですが、フルチャージを打っても一発で倒せません。追撃にアンチャージを打ちましたが2発必要でした。足を打った場合も結果は同じです。先ほどの3発目をセネターに変えてみます。追撃にセネターを打つと3発で倒れます。オーストライダーに対してアンチャージの出番はなさそうです。フルチャージならどこを打っても2発で倒れます。1発目で片方のキャノンを破壊するといいでしょう。2発目のチャージ時間を確保しやすくなるはずです。続いてはガンシップです。アンチャージでもスラスターを狙うと一発で撃墜できます。スラスターに当たらなかった場合はアンチャージ2発が必要です。フルチャージならスラスターを狙う必要はありません。当たれば一発です。アンチャージなら素早く落とせるのでガンシップに対しては有効だと思います。状況に応じて使い分けるといいでしょう。次はタンクです。フルチャージなら対戦車貫通なので正面からでも倒せます。砲塔を狙った場合は3発です。しかし正面から砲塔を狙うのは危険です。正面から撃つときは車体の中心を狙うといいです。ここなら2発で倒すことができます。尾体に当たると2発で倒せないので注意してください。側面から車体を狙った場合も3発必要です。背面ならフルチャージで1発です。狙いは車体とラジエーターどちらでも構いません。距離が近い場合はアンチャージで撃つといいです。2発必要ですが爆発に巻き込まれません。また砲塔の側面を狙っても1発で倒せます。爆発のダメージがラジエーターに入るようです。バラージャータンクの砲塔は正面からフルチャージで1発です。アンチャージは2発必要になります。キャノン砲もタンクの砲塔を撃つ場合と同じです。正面からだと3発必要です。背面と側面はフルチャージで1発です。バンカータレットもフルチャージなら1発で壊せます。重装甲貫通でダメージが入るのでアンチャージでも2発で壊せます。迫撃砲と対空砲も同じです。フルチャージは1発、アンチャージは2発必要になります。任務を達成した。レポックはバルクファブリケーターを壊すことができます。しかし使う機会は少ないでしょう。排気口を狙っても1発で壊せません。破壊には6発必要でした。レポックで破壊する場合はこちらを狙ってください。それ以外だともっと撃たなくてはいけなくなります。もちろん側面も NG です。他の敵も簡単に確認しましょう。スカウトストライダーは装甲板や足を撃ってもアンチャージで1発です。デバステーターはフルチャージなら1発で倒せます。アンチャージだと2発必要です。頭や腰などに当てた場合は1発で倒せます。パトロールにフルチャージを打ち込むとそれなりに数を減らすことができます。レポックの弾は多くないので大型や敵の群れに使うといいでしょう。レポックで効果低用で撃墜することもできます。スラスターを狙ってフルチャージを2発です。しかし2発目を撃つ間に敵はもう降りているでしょう。撃墜するより敵を直接撃った方が効果的です。まとめて吹き飛ばすことができます。次はターミニットについて確認してみましょう。まずはベヒーモスです。頭を撃った場合フルチャージ2発で倒せます。フルチャージを1発撃ってからアンチャージも試してみました。残念ながら2発撃つことになります。合計3発の弾を消費しました。足か胴体を撃った場合はフルチャージ1発で装甲を破壊できます。2発目もフルチャージで撃てば撃破となります。追撃にアンチャージを撃った場合は2発必要になります。足の装甲を剥がしてからメイン武器で対処してもいいと思います。アジュディケーターで撃ちましたがワンマガジン分あれば倒せます。見事任務を果たしたな。次はお尻です。フルチャージで撃てば装甲の上からでも一発で破壊できます。装甲の下を撃ってもアンチャージだと一発で破壊できません。どちらでも2発必要です。突進をかわしてからでもフルチャージが間に合います。チャンスがあれば狙いましょう。
最優先ターゲットを排除した。注意点として、同じ部位を打たないと倒せない場合があります。頭を打ってから足を打つとフルチャージでも倒れないことが多かったです。追加でアンチャージを頭に打ってみましたが、すぐには倒れません。打つときはできるだけ同じ部位を狙うようにした方がいいでしょう。最優先ターゲットを排除した。チャージャーの頭なら2発目はアンチャージで打っても倒せます。スコアチャージャーも同じです。次はタイタンです。フルチャージで頭を打てば2発で倒すことができます。最優先ターゲットを排除。フルチャージを頭に1発の後アンチャージで試してみました。結果は3発です。合計4発必要なのでやめておいた方がいいです。これぞ自由の勝利だ。頭にうまく当たらなかった場合はどうでしょうか。ここでは頭の上を狙ってみました。結果はフルチャージで4発になることが多かったです。足など別の部位に当たるとさらに打たなくてはなりません。最大でも5発当てれば倒せる感じでした。胴体を打った場合はフルチャージ2発で装甲が剥がれます。装甲が剥がれた部分を狙えば3発で撃破となります。胸か腹下を打つとフルチャージ1発で部位を破壊できます。3の攻撃がなければチャージ時間を確保しやすくなります。タイタンに追われている時は先に腹を破壊してもいいでしょう。基本的には3発で倒せます。最優先ターゲットを排除。また成功率は高くないですがフルチャージ2発で倒せる場合もあります。腹と胸にうまく当たれば倒せるようですがかなり難しいと思います。見事任務を果たしたな。続いてはインペーラーです。フルチャージなら弱点に1発、アンチャージだと2発で撃破できます。見事任務を果たしたな。接近して口を狙う場合も同じです。フルチャージで狙うなら早めにチャージを始めてください。インペーラーの攻撃を見てからだと間に合いません。胴体を打つとフルチャージでも2発必要です。横から打つときはもっと最適な場所があります。それがこちらです。ここならフルチャージ1発で倒せます。後ろから打つ場合はこちらを狙いましょう。フルチャージ1発で倒せます。最優先ターゲットを排除した。お尻を打つとフルチャージで2発必要になります。これでここにも装甲の上からでも倒すことはできます。しかしフルチャージで3発必要です。最優先ターゲットを排除。狙うなら足を打った方がいいです。足ならフルチャージ2発で倒すことができます。ターゲットを排除した。次はストーカーです。フルチャージならどこに当てても1発で倒せます。アンチャージは頭なら1発です。その他の部位は2発必要です。腕に当てても1発では倒せません。接近されてからエポックで対処するのは難しいです。チャージ時間も1秒は必要なので相性は良くないと思います。逃げるストーカーにはフルチャージを打ち込んでやりましょう。背中に当てても1発で倒せます。ワンマガジンで3発しか撃てないので他の武器と合わせて対処しましょう。次はアルファコマンダーです。フルチャージならどこを撃っても1発で倒せます。アンチャージは頭なら1発で破壊できます。他の部位は2発で撃破になります。バイルスピューアーとハイブガードはアンチャージで十分でした。次は宝石ノコとシュリーカーの巣です。フルチャージ2発とアンチャージ1発で破壊できます。3発目はグレネードピストルなどでも壊せます。注意点としてエポックの射程には限界があります。距離が遠いと安定して当たらなくなってしまいます。アンチャージなら 130m、 フルチャージは 150m 以内だと大丈夫だと思います。巣穴とプロパガンダ放送は破壊不可となります。最後はイルミネートを見てみましょう。ハーベスターはフルチャージ1発で簡単に倒すことができます。狙う位置はこちらです。顔か足の付け根を正面から打ちましょう。アンチャージの場合は2発必要になります。状況によって使い分けるのがいいと思います。一発で倒せないパターンも見てみましょう。目に当たってしまうと追撃が必要になります。体力は残りわずかですが確実に倒すならフルチャージで打ちましょう。追撃には他の武器を使ってもいいでしょう。目を打てば
警官通武器でもすぐ倒せます。自由を与えたな。セネターだと2発で倒れます。シールド発生装置に当たった場合も一発では倒せません。この場合はフルチャージで追撃しましょう。後ろや側面を撃った場合も一発で倒せません。こういった場合の追撃もフルチャージを使いましょう。アンチャージだと2発撃っても倒せませんでした。レポックでシールドを破壊するならフルチャージで一発です。アンチャージだと2発なのでおすすめできません。シールド発生装置はアンチャージでも一発で壊せます。基本的にシールドはメイン武器で破壊することをおすすめします。チャージ時間の確保が少し難しいのでレーザーが止まる頃に開始しましょう。これでこの地に自由の灯火。続いてはオーバーシアーです。胴体をアンチャージで撃つと2発必要です。頭を撃った場合はアンチャージ1発で倒せます。エレベートオーバーシアーは背中なら1発です。フルチャージならどこに当てても1発で倒せます。フレッシュモブを倒すにはレポックだと3発必要です。フルチャージを2発とアンチャージ1発です。3発目は他の武器で撃ってもすぐ倒せます。ウォッチャーはアンチャージで十分です。ソウルレスの群れにフルチャージを撃つとある程度は数を減らせます。しかし接近されるとチャージ時間の確保が難しいです。一発撃った後はメイン武器で対処した方がいいでしょう。スティングレイはフルチャージなら一発で撃墜できます。レポックのチャージ音が聞こえづらくなるので注意しましょう。アンチャージの場合は2発で撃墜となります。1ターンで落とすのはかなり難しいでしょう。ワーク線のシールドについて確認します。フルチャージだと2発ですがアンチャージは3発撃っても壊れません。ワーク線の入り口を撃っても1発では壊れません。フルチャージ4発で破壊となります。ワーク線は他の方法で破壊した方がいいと思います。遠くから破壊したい時は使う場面があるかもしれません。拠点を破壊。思考か乱装置の発電機はアンチャージ1発で壊せます。稲妻の戦闘は破壊できません。他の破壊方法を用意しておきましょう。できない。レポックについてはいかがだったでしょうか。使ってみた感想などをコメントいただければ嬉しいです。使い慣れないうちは何度も暴発させてしまうと思います。諦めずに使い込めば感覚がつかめるはずなので試してみてください。それでは次の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。